私は会社にいる時には、社長ってコーラも飲まないような真面目な人だなっていうふうに言われるんですけど、友達と遊んでる時は、森ちゃんってさ、仕事してるとこ想像つかないんだよねっていうふうに言われます。人は見た目で判断することはできるんでしょうかね。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。さて、悟りを開いた人の特徴ってどんなんでしょう？こんなかな？あんなかな？あなたにはわかりますか？ところで、悟りについて知らない方のためにちょっとだけ解説しますね。私の動画の中ではよく悟りの話があります。悟りというと、悟りを開いた偉いお坊さんというような時ぐらいに出てくる単語かもしれません。最近は悟りという言葉はあまり聞かない気がします。どうなんでしょうね。英語ではエンライトメントで、それを日本語にすると啓発と言ったりするので、私は悟りと啓発は同じ意味で使っています。簡単に言うと、この世界を全て理解した人とか、悩みとか迷いから解放されているとか、いつも幸せな状態が続いていることが悟りです。人間のゴールとも言われています。昔、私の個人ブログで人は見た目というような内容の記事をアップしたことがあります。基本的にはやはり見た目は大事ですよね。マハリシ先生が最初の印象は最後の印象と言っていたことがあります。第一印象が大事というのは、やはり見た目が大事だということですね。性格が良くて優しくても、それがゴキブリとかだとうわーってなってしまいます。多分コミュニケーションが取れれば、見た目はゴキブリでもクリアできそうな気がしています。まあゴキブリもいきなり出てこないで静かにしていてもらえるなら、家の中にいても問題ないですけど、やはり何かを見た時に判断するというのは人間の本能というか、生きていくために必要なものなのでしょうね。そういうわけで、では悟りを開いた人というのは、見た目はどういう特徴があるのかなって興味がありますよね。まあ日本人の場合は大抵はお坊さん、こうかな、チンチンチンでお坊さんの姿を思い浮かべるかもしれません。悟りを開くというとそんな感じですが、精神性が高い人というと、例えば松下幸之助さんなどビジネスで多くの方々に影響を与えている人も悟りの領域という気がします。そういう人たちに共通するものはあるのか、どういうふうに振る舞い、どういうふうに歩くのか、もしそれが分かれば誰かを判断することができますね。それについてはこのバガバットギーターの第2章施設55や第4章の施設22でマハリシ先生が解説しています。解説といっても外見的な特徴は何もありませんと言ってるだけですけどね。あれ、すいません。悟りを開いている人は外見では分かりません。でもちょっと待ってくださいね。ここでのポイントは外見的な特徴ということです。頭が薄いとか、いつもスーツを着てるとか、いつもニコニコしてるとか、そういうのは関係ないということです。悟りというのは内側のことなので、外からではわからないっていう話です。例えばすっきりした感じの人は悟りを開いているんじゃないかなと思いますね。ただたまたまスタイリストに頼んでおしゃれになったとか、自分をよく見せようとして演技している人もいますので、そういう意味でも外見から中身は分かりません。あるいは何かの力があって、あなたはこういう人だとか、あなたの兄弟に変な癖の人がいるとか、そういうことを当てる能力がある人には神が宿っているか、
啓発した高い意識レベルの人かもしれません。あるいはただ単にコールドリーディングの人かもしれません。すごく良さそうな人なのに部下を怒鳴ったり否定的な言動があったりするかもしれません。私は人を見る目がないので誰かの本性を見抜くということはできません。ただどういう仕事に向いているかどうかは経験的にわかる気がします。話を悟りを開いた人に戻しますと、確かに外見からはわからないのですが、話をしてみたりどういう行動をしているかなどである程度想像することもできます。あくまでも想像になってしまうんですけど、例えばつまんないなとか幸せになりたいと言っていたり、食事をしている時になんだよこれまずいなとか批判的なことを言っていたり、犯罪をしている人は悟りを開いていないと言えます。そういうふうに心の内側については特徴があると思います。悟りの人の特徴というのは、例えば全ての欲望を捨て去っている状態や真我、つまり本当のあなた、心の内側のあなた自身ですが、それに満足している状態です。それと無執着というのも悟りを開いた人の特徴です。無執着というと何でもいいと思われそうですが、何でもいいというわけではありません。例えば誰かを傷つけるような行動はやめた方がいいと考えますし、楽しく過ごす方がいいとか、そういう考えがなければ子どもたちに教育することができません。何でもいいというと、例えば豆腐にはソースよりも醤油がいいと思っていても、醤油がないのであれば、ソースでもいいやっていうのが執着のない人の状態でしょうか。ちょっと違うかな。とりあえずそんな感じで。何か無執着についていい例があればコメント欄に書いてみてくださいね。悟りを開いた人の特徴を知りたいと思うのは、例えばその人の話を信用していいのかとか、もし本当ならアドバイスが欲しいとか、どうやってそうなったのかとか、いろいろと聞きたいことがあるからかもしれません。そういえばお金をたくさん稼いでいる人とか、たくさんの人から好かれて人気があるとか、成功者と言われている人、そういう人って意識レベルも高そうですし、もしかしたら悟りの特徴ってそういう人かなって思ったりしますよね。でもお金持ちとか何かの地位や名誉を得るとか、そういう人でも意外に悩みはあったりするようです。完全な幸せというのはお金とか地位とか名誉によって得られるものではないというか、外側から来るものによって幸せになるのではなくて、自分の内側の幸福が外側に影響を与えているというのが、この本でも言われているようなことです。ちょっと内緒ですが、悟りを開くとお金に困らない、何も困らない状態になるみたいです。ということで、ここまでは悟りを開いた人の特徴ってどうなんだろうっていうことでしたが、それは実際はあまり気にしなくていいと思います。他人の意識レベルを気にしていても、大切なのは自分自身の状態ですし、自分が楽しければ他人の評価をする必要もないですよね。悟りを開いた人にいろいろと教えてもらいたいと思うこともありますが、私の場合は超越瞑想の実践とこの2冊の本、これらはマハリス先生から全ての人たちへのプレゼントです。プレゼントといっても無料ではないですけどね。その価値から考えるとただみたいな金額だと思う人もいると思います。ちなみに他人を羨ましいと思ったり妬んだりするのは、意識レベルの低い人が高い人を見た時だと思います。意識レベルが高いというのは自分の中の幸福度が高いということも言えますので、幸せ度の高い人が低い人を見た時には見下すということはありません。
助けてあげようと思うはずです。それと悟りを開いたふりをして生きると自分らしさがなくなって辛くなると思いますので、これも悟りへの執着がなくなるといいと思います。あとは悟りを開いたとか悟りに近いとか、いつ悟りを開けるかというようなことは実はマハリシ・ジョーティッシュというものでわかります。そろそろ時間なので軽く流してしまいましたが、いくつかこれらについてもゆっくり話をするかもしれません。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料な説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。これからも皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせる動画を作っていきます。チャンネル登録やいいねで応援してくださると嬉しいです。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。